さん、こんにちは。いよいよ2024年も残り数日となりましたね。今回は今年最後の投稿として、日本の年末年始の伝統や文化についてお話ししたいと思います。除夜の鐘、縁起物として知られる一富士二鷹三なすび、そしておせち料理、今年最後のポッドキャスト、少し長めにお話ししますね。まずは除夜の鐘についてです。除夜の鐘とは、大晦日の夜から新年にかけて日本各地のお寺で108回つかれる鐘のことです。この108という数字は、仏教における人間の煩悩を表す数とされています。煩悩とは、私たちが抱える欲望や執着、悩みのことです。例えば、もっと欲しい、あの人が羨ましいなど、私たちの日常の中で感じるさまざまな感情ですね。108回鐘をつくことで、これらの煩悩を浄化し、心を清らかにして、新しい年を迎えると言われています。一般の人が鐘をつくことができるお寺も多くあります。私も数年前に鐘をついたことがありますが、その音はとても荘厳で、すっと心が洗われるような気持ちになりました。皆さんも機会があれば、ぜひ体験してみてくださいね。次にお話しするのは、一富士二鷹三なすびという言葉です。これは日本の初夢に関する縁起物の一つです。初夢とは、元旦の夜から2日の朝、または2日の夜から3日の朝に見る夢のことを指します。この言葉は、初夢に富士山、鷹、那須が出てくると縁起が良いとされる古くからの言い伝えです。富士山は日本一高い山であることから、高い目標や成功を象徴しています。鷹は力強さや
賢さを表し、なすはなすという言葉にかけて、物事が成し遂げられることを意味しているそうです。富士山、鷹、ナスの絵や写真を枕元に置いて縁起を担ぐ人もいるそうですよ。皆さんも新しい年に向けてぜひ良い夢を見られるよう願ってみてくださいね。最後におせち料理についてお話ししましょう。おせち料理は日本のお正月に欠かせない伝統的な料理です。古くは収穫や季節の節目を祝うための料理でしたが、現在では新年を迎えるお祝いとして元旦に食べることが一般的です。おせち料理はコース料理のように祝い魚、口取り、焼き物、酢の物、煮物の5種類を重箱という漆塗りの三重や五重になった箱に詰められることが多いです。それぞれ3から4品種詰め、合計で20種類近くの料理が入っていることもあります。そしてそれぞれの料理に意味があります。例えば、健康でまめに働く一年を願って黒豆を食べ、数の子は子孫繁栄を願っていただきます。田作りは豊作や商売繁盛を願うものです。エビは長寿を表し、腰が曲がるまで元気でという願いが込められています。このように一つ一つの料理に願いが込められているんです。さて、今回お話しした除夜の鐘、一富士二鷹三なすび、そしておせち料理は日本の年末年始を彩る大切な文化です。これらの伝統にはそれぞれ深い意味が込められていて、新しい年を気持ちよく迎えるための知恵や願いが詰まっています。皆さんの国には年末や新年にどんな伝統や習慣がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。日本との違いを知るのも楽しいですよね。それでは今年もありがとうございました。良い
お年をお迎えください。来年もどうぞよろしくお願いいたします。